パーケンです。私たち夫婦は 400km 離れた土地と家を相続してしまい、現在奮闘中です。今回はこの荒れた土地の枯れ枝を粉砕する作業についてお話しします。あらかじめ細めの枝を集めておきました。まとめて一気に機械に流す方がかなり気持ちいいんです。ゾクゾクします。たっぷり集めてドバッと放り込むのがやみつきになるくらい最高です。吹き出しの勢いもブボッと出て、これも気持ちよいです。この粉砕機、普通の車に乗せれます。このようにします。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。枯れ枝をそのまま捨てることは可能ですが、1立米あたり8250円の費用がかかります。以前、相続した砂山の蚊や20立米を捨てるのに16万5千円かかった経験があります。さらに、草刈り代や土建業者の重機代を含めると、追加で10万円ほどの費用が発生しました。あの蚊帳もこの粉砕機で粉砕していれば、大金を払う必要はなかったのですが、400km 離れた場所にあり、緊急を要する状況だったため、お金で解決せざるを得ませんでした。今回わざわざ時間をかけて体積を減らしているのはこの経験があったからです。現在使用している粉砕機があれば、体積を10分の1程度まで減らすことができると考えています。この粉砕機は8万円で購入したエンジン式で、直径30ミリくらいまで粉砕可能です。現在は同様の価格帯で直径60ミリ以上を粉砕できる機械も登場しています。画面右の山を機械に通します。左側の山は機械には入りません。あらかじめ細めの枝を集めておきました。まとめて一気に機械に流す方がかなり気持ちいいんです。ゾクゾクします。たっぷり集めてドバッと放り込むのがやみつきになるくらい最高です。吹き出しの勢いもブボッと出て、これも気持ちよいです。ウッドチップがこんもりもりもり溜まっていく感じも達成感と同時に満たされた気持ちになります。今後は覚えたばかりのユンボを使い樹木を抜根します。機械に入らない太い枝は平日に処理業者に持っていかねばなりませんが、平日は簡単に休めないので、結局実家に一時保管になるかもしれません。その後はハンマーナイフモアで雑草を刈ります。片付いたらこの場所に土砂を持ってこようと思っています。この水田であった土地は水田に戻すのは諦めますが、その代わりこの土地以外の全ての土地の正常化を目指します。この土地や隣接する土地は石だらけで耕作放棄されています。私の土地だけではなく周囲も同様です。将来的には補助整備が進むことを期待しています。場所もゴミ焼却場の隣ですし、私が相続した土地には100立米の砂山、河原の埋まった畑の残土、ビニールハウス撤去で発生した残土、実家の残土もあります。残土はこの元水田まで私がユンボとトラックで運ぶ計画です。これらを業者に全てお願いすると、簡単に1000万円程度の費用がかかってしまうでしょう。私の人生をかけた相続プロジェクトはまだまだ終わりません。400km の道のりも慣れてきました。問題は交通費です。往復するだけで資金を削られます。そんなわけで皆さんに応援していただきたいのです。いいねやコメント、チャンネル登録をお願いします。
ッドチップの山が2つできました。袋に入れて燃えるゴミに出すこともできますが、時間もないですし体力もないので土地に放置します。粉砕作業は妻に任せて、私は土地に散らばる木片を集めています。水色の帽子をかぶった人は私で、土地をうろうろしています。そしてこの日、最後にスマホで撮影した土地はこんな状況です。作業できる時間も限られ、少しずつしか進みません。でも前進しているのは間違いない事実です。残土問題以外にも壊さないとならない倉庫が1個あります。それとは別に私の土地の上に立っている他人の倉庫2個もおそらく私が壊さないとならないと思われます。私は一般人なんです。ただ相続してしまっただけなんです。ご視聴ありがとうございました。